はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回なんですけど、なんと特別なゲストに来てくれてます。呼び乗り匠です。噛んだ。直前まで何も考えてなかったからアドリブになっちゃった。もう一回やっていいっすよ。いやいや、もう人生一発勝負なんで。匠さんは先日のブレインロワイヤルで、ディベートでね、すごい活躍を見せられたんですけども、そうだよ、もう勝ちすぎてコメントで叩かれて性格悪そうみたいな。強い匠さんとゲンゲンのディベートが見たいと思う。なるほど。ああ、だからチャレンジ権を得たって感じ。ブレインロワイヤルで1位になってまあ風味に負けてるんだけどね。匠さんも YouTube だったり、いろんなところでそういう講師みたいなムーブしてます。いや、かましてますわ。ムーブじゃなくてもろ講師なんです。ゲンゲンも同じくそうだね。はい。講師やってますね。その素晴らしい先生である2人に議論していただきたいテーマとなっております。今回のディベートのテーマは、生徒に必要なのは優しい先生か、それとも厳しい先生か。うわー、俺優しいで売りにしてるからな。売りにしてるって言い方はよくない。まあでもお互い優しいですよね、多分。そうだよ。うんまあ正直、予備校とかで働いてた時期があるわけですよ。それで下積みがあって、YouTube 活動してるんで、どちらかというと実は厳しい先生でしたね。丸くなったんですか？顔だけね。いいですよ。わかりました。優しさで言ってるんだったら、そうですね。ゲンゲンが、優しい先生、匠さんが厳しい先生の立場でディベートということで。なんかあれだわ、これ予想できるな。またコメント欄でなんか言われそうな。ということで早速ディベートやっていきましょう。審査は河野塾イズムの講師とプロコーチの3人にお願いします。公正な判断を。そうですよ。もうこっちに投げたら引き抜いていいってことだよね。どういうこと？会社引き抜いていいよね。改めて生徒に必要なのは優しい先生か、それとも厳しい先生か。ゲンゲンが優しい先生サイド、匠さんが厳しい先生サイドで行っていただきます。はい。それではディベート開始。僕優しいんで先いいですよ。優しい。優しい。ガンガン行かしてもらいますね。どうぞどうぞ。まず厳しい先生という立場でお話しさせていただくんですけども、まず大事なことがあって、別に厳しいというのは暴力を振るいましょうとか、もちろんその攻撃的な言葉を投げかけましょうという意味じゃなくて、僕が強く推していきたいのは、厳しい先生っていうのは、つまり強制力を働かせられる先生だと思うんですよ。例えばあの人の言うことはちゃんと聞かなきゃなとかっていうのを自然に思わせるような先生のことを僕は厳しい先生だと思う。いえ、違います。それはまた違って、優しい先生もあの人の言うことは聞こうっていう先生はいるので、それは厳しい先生のみに当てはまる事柄ではありません。はい。優しい先生の中にも確かにあの人にはついていこうという、すごいね人格があって、で先生もいると思うんですけども、僕の経験とかこれまでの事例を踏まえて言うと、例えばじゃあ今生徒を中学生高校生だとすると、その生徒たちがついていこうと思う、勉強を自ら進んでしようと思う先生はやっぱり厳しい先生が多かったと思うんですよ。自分がやっていた塾とか予備校とかだと、特に偏差値帯でいうと5、60のところがすごく多いんですけども、そういう生徒にとって優しい先生の優しさについていくというよりかは、少し嫌な表現にはなってしまうけども、怖いとかで、でもあの人の言うことを信じてれば確かに合格ができそうだということでついていく先生が多いのはやはり厳しい先生だと思うんです。なるほど。合格できそうだっていう観点ではちょっとそれは分からなくて、例えば予備校の先生の話だと思うんですけど、予備校に通ってる時点で基本的に生徒は先生の言うことを聞きます。で、怖い先生だから信頼が起きるとかっていうのは基本的にはそこはフラットで授業が分かりやすいかどうかっていう観点で、生徒は判断しますと。で、優しい先生のいいところは、例えば自分が分からないなと思った時に先生に聞きに行きやすいっていうのがある。だって怖い先生だったらお前こんなとこも分かんねえのかみたいな感じで怒られるんじゃないかみたいな恐怖心があって、優しい先生だったら気軽にちょっと分かんないなっていうところを聞きに行ったりっていうコミュニケーションが取りやすいっていうメリットがあるんで、トータルで考えると優しい先生の方が実は予備校とかっていう観点でも合格に近づくんじゃないかと思いますね。はい、まず厳しい先生っていう時に前提に置いたように、攻撃的な言葉を投げかけるという意味じゃないので、質問に、いけるけども厳しい先生というのはたくさん予備校にもいます。なんでそういう先生だと質問に行けないとかっていうのは違くて、どちらかというと例えば予備校の講師は科目ごとにたくさんいると思うんですけど、
その時にすごい例えば宿題の量だとか、こなしていかなきゃいけない過去問だったり、問題集だったりがあると思うんですけども、その時にやっぱり、厳しい先生と優しい先生の科目が並んだ時に、どうしてもその優しすぎる先生がその場にいるとどうしてもその時間を割くことができなくて、結局点数が上がっていくのが厳しい先生がになってる、今優しすぎる先生っていうふうに「すぎる」ってつけて厳しすぎる先生と対比するっていう観点で言ったら、別に厳しすぎる先生はやっぱり生徒側も質問萎縮しちゃったりするんで、対比するべきは厳しい対優しいだとして、やっぱり優しい先生の方が生徒は先生のことを好きになる傾向にあるですね、抑圧されて勉強するとその科目のことを下手したら嫌いになってしまうんですよ。そうすると先生が宿題をやれって言ったからこの科目をしょうがなくやってるっていう、そういう場面になってしまう恐れがあって、やっぱり好きっていうのが一番成績が伸びるポイントだと思うんですね。っていうふうに考えたら、この先生好きだな、人間性的にも接しやすいし、この先生のために頑張ろうって生徒が思えるっていうことがすごい優しい先生の、いいところなんじゃないかって思います。確かに、それは理想なんですよね、特にものすごい、進学校とか、そういうもう本当に、高いレベルの予備校のクラスでは、おそらくそれが実現可能だとは思うんですけど、なるほど。じゃあ多くの学生、多くの生徒っていうのは、もっと河野社長が思ってるよりもね下の方にレベルはあって、その本当に強制力というものがなかったりとか、その厳しさがないとなかなかついていけないとか、勉強しようと思えないんですよ。なので、生徒が例えば受験合格というところに目的を置いてるんだったら、今が例えば、少しね厳しくて嫌な気持ちをしたとしても、振り返った時にやっぱり記憶に残ってるとか、いいなと思った、自分のためになったなと思う先生で多いのは、優しい先生の時よりも厳しかったな今思えばって先生の方が多くないですか？いや、そんなことないですね。僕の場合で言うと、厳しい先生は例えば授業の内容が分かってたとして、でも一律で従わせるわけじゃないですか。でも優しい先生っていうのはそこは柔軟に対応してくれるから、河野君これ分かってるんだったら学校の宿題進めといていいよとか、内職していいよとか、勉強ができる人っていう観点においては必ずしも授業を聞く必要はない。なぜかっていうと、授業っていうのは成績を伸ばすためにあるわけだけど、分かってるものを聞くのはあくまで時間の無駄っていう目的に照らした時に、授業っていうのは聞くもんだからっていうふうに厳しく言う先生と、優しく他のことしていいよっていう先生だったら、当然内職が許される人の方が伸びる子は伸びます、進学校に関しては優しい先生の方がいいかもしれないっていう話を一旦譲歩したので、そこはじゃあ受け入れてもらったとして、じゃあ低いところの話に行きましょうと。そこが過半数だと思うんですよ。偏差値50が基準だから、60まで含めてだと思います、例えばじゃあ55だったら強制力いらないかと言われたら、個人的な経験からも教えてる中で、全くそんなことはなくて、やっぱり我々が YouTube とかで発信しているような内容とか、学歴界隈の話とか、受験界隈の話を見てたら、ものすごく視聴者とか、基準として我々講師側の基準としてはすごい高い位置にそのラインを敷いてしまうんだけども、実際にはもっと現実的なラインっていうのがあって、全く自分で自ら進んで勉強をしようというところまではなかなかいかないんですよ、受験本当に直前になるまで。でこれで言うと、低い人っていうのもいろいろいるわけで、低い人ほど勉強に対する苦手意識がすごいんですよね。要は距離感を感じてしまってる。その中で厳しい先生っていうハードルをさらに課すことによって、やっぱり勉強ってやらされるもんだ、つまんないものだっていうのが一生その人の人生の中に残ってしまうわけですよ。むしろなんか勉強って面白いよねって言って一緒に楽しもうよみたいな感じで優しく接してくれる先生がいたら、なんか勉強ってやらされるもの、要はつまんないものかと思ってたけど意外と楽しいじゃんって言って、そのちょっとしたスイッチでその子が勉強をやるモチベにつながる可能性があるっていうのも、あんま勉強できない人っていうのは勉強すればするだけ新しい発見の連続なわけだから、本来の学問の楽しさっていうのを享受しやすいわけですよ。だからその最初の、ハードルっていうのを少しでも下げてあげるっていうことができるのは優しい先生の方なんじゃないかなって。なるほど、まず厳しい先生が学問の魅力を伝えられないわけじゃないですよね、厳しい先生でもものすごく授業がうまいから厳しくてもやっていける先生がたくさんいて、厳しくて授業が下手ってのはもちろん最悪です。学問の魅力も伝えられないし、怖いその科目が嫌いになって成績伸びる、ただ厳しくてやっぱり授業がうまいっていうのがすごくいいと思ってて、高校生とか中学生とか、例えばもう部活をやりながら受験勉強しなきゃいけない人たくさんいると思うんですよ、その中でものすごい誘惑があるんですね。
そもそも眠いだったりとか、多分我々が学生の頃よりも、スマートフォンも発達してるんで、すごく誘惑が多い、その中で授業を受けて勉強の魅力を感じて自分で自ら進んでいくようになるっていうのは実はものすごく難しいことだと思うんですよ。もちろん授業がすごくいいもので勉強面白いなと思うで、っていうところになってもらえたらいいんですけど、そこまで行くのって最初のハードルがものすごく高い。優しかったらいけるかって言われたらそうじゃないと思うんですよね。厳しい先生がまずいて、確かにちょっと眠いけども、この人の授業は寝たらちょっと良くないと、優しかったらもしかしたら甘えてしまうんだけども、いやこの人の授業だけはもう聞かなきゃ、ちゃんと聞かなきゃって思う先生もいますよね。そのハードルをまず乗り越えて、誘惑を乗り越えて授業を受けて、授業めちゃくちゃ分かりやすいな、面白いなって思うとか、あとは、宿題が最初のうちは嫌だったかもしれないけども、別に厳しい先生が宿題を何でもかんでもその一律に押し付けるわけじゃなくて、その生徒に合ったレベルとかその生徒に、合ったクラスの宿題が渡されるわけなんで、その中で、一旦やってみようでやってみてから学問の魅力に気づくことって多くないですか。実際に最初から楽しいかもと思って宿題やるんじゃなくて、やってるうちに分かってることは成績が上がったりとかして、学問をちょっと理解するんだったところで、あれこの科目面白いかなと思うと思うんですけど、その最初のじゃあ入り口が実際に低いのはどっちかって言ったら、誘惑が多いまま勉強の魅力を伝えようとしている優しい先生なのか、最初入り口は少し背中をトンと押されるけども、学問の入り口に立たせてくれる厳しい先生なのかという観点で考えたら、やっぱり厳しい先生の方が多くの生徒学生にとっていいプラスだと思うんですよね。なるほど。であれば、例えば予備校で言うと基本的にみんなはその勉強をしたくて、そして大学に受かりたくて予備校に入るわけじゃないですか。はい。ということはそこのハードルはクリアされてるわけですよね。されてないと思います。されてないですか。はい、実際には、やっぱり最初はなんとなく受験をしなきゃいけないから予備校に入る、ものすごい数としては多いと思います、一部の特殊なクラスを除き、はい、なんでそこがまず前提としてずれてる可能性はあります。なるほど。だとしても僕の印象として予備校いろいろ通ってきたり、他の休み時間とか他の授業中のところ見てきて喋ってる人いなくないですか。なんだか予備校で、授業中にこう喋ってなんかこうゲームしてるみたいな人とか結構いなくて、やっぱりそういう空気感というか、お金払ってきてるとかっていうので意外とちゃんとみんな聞いてるなっていう風な感想があるし、その偏差値が低いから聞かないよねっていうのは、それは多分ちょっと偏見だと思ってて、それぞれがその自分の今のレベルの中で一番手が届きそうなところの大学を目指してるわけだから、みんなやる気があるはずなわけですよ。でそのやる気がある中で、じゃあ厳しい先生と優しい先生どっちの方がいいかっていうところで言ったら、なんていうか自分で勉強したくなるというか、学問この勉強って面白いじゃんっていうふうに楽しそうに話す、なんかすごい友達感覚で、いやここの部分めっちゃ簡単でこうやれば簡単なんだよ、面白いっしょ、おもろいみたいな感じで親しみを持って学べる、そして質問にも行きやすい、そういういろんなメリットを考えた時には、まず予備校っていう観点では優しい先生の方がいいんじゃないかなって僕は思うんですけど、どうですか。最初の入り口がクリアされてると思うからですよね。でもそれはやっぱり本当に上位クラスのみだと思うんですよ。確かに授業中に、おしゃべりしたりとかゲームしたりする生徒は、予備校という場所には少ないかもしれないんですけど、まず予備校という場所に限定しても、ほとんどのクラスがそれでじゃあ生徒が全員授業に集中できてるかというと、いろいろと見てきた、6年間見てきましたけどそんなことはないとは思うんですよ。なるほど。実際にはやっぱり理想、我々がだんだん外側の世界から見ると予備校ってそういう場所だったように美化されていくんですけど、それってやっぱ学校でも同じで、いや学校がやってたんだから、英語って何年間もやってたんでしょ、英語喋れるじゃんって言われて、英語の時間何やってたの、友達とゲームしてたのって言ったら、違いますよね。違いますね。日本人が英語喋れないのは、英語の授業中にサボっていたからじゃないですよね。違います。そういう教育だったから。全く身にはなってなかったし、サボっているわけじゃないけど、やる気はもしかしたらあったかもしれないけども、そういうところうまくいってないですよね。喋れるかどうかっていう観点では単純にカリキュラムで喋るっていうところが軽視されてるからで、別にその今の議論の本筋とはずれてる気がします。英語じゃなくてもいいです。数学でも何でもいいんですけども、実際にその不真面目にやっていたから身につかなかったわけじゃないですよね。予備校でも誰も喋らずにゲームをしていたわけじゃないけども、それでじゃあ全員が前を向いて学問に対して魅力を持って成績伸びる状態にあるかと言われたら全くそうではなくて、本当にごく少数だと思うんですよ。ぐんぐん成績伸びてる子っていうのは目立ちますよね。その中でも何人もクラスがいて、あの子すごく成績伸びてるなっていうのは本当にごく少数なんですよ。なんで
授業が崩壊していなかったらうまく機能していると思うのはやっぱりまあ間違いで、もちろんその中でなかなか外側から見えない部分、生徒が一人一人自分自身で身になる勉強できているかとか、勉強というものをしっかりと見えないところでもやっているか、自宅に帰る途中でもやってるかとか、自宅に帰る途中とか隙間時間でやってるかっていうのは、やっぱり心の中にどれだけ強制力を持たせるかが大事だとは思うんですけどね。それで言うと、要は厳しい先生の方が普段の学習とかっていうのに強制力働かせられるからいいよねっていう話だと思うんですけど、ちょっとさっきの話に戻るとやっぱり好きが最強なわけですよね。結局最強はそうですね。そうなんです。理想の部分はあります。そう、理想の部分がそこで、僕はそこを目指したいと思っちゃう人なので、例えば親がいるわけじゃないですか。親が勉強やれやれって言って育った子供ってどうなるかというと、親の前でやったふりをする、で親が見てないところでこそこそゲームをするみたいな感じで言い続けないとやらないっていうような子になっていくわけですよね。むしろ親が一緒に勉強楽しもうよみたいな感じで隣で親が例えば一緒に勉強するとか、でゲーム感覚で子供がその勉強って面白いよねってなれば、別に親が何も言わない時も自分で自主的にやっていく。しかもその勉強が好きだからこそ、他の人よりちゃんと細部のところまでいろいろ研究したりとか考え抜いたりして成績を伸ばすっていうことができるわけで、それはやっぱり厳しい先生と優しい先生でも同じことが言えるというふうに思ってて、厳しい先生が強制力持ってこれしろって言ったからやる、言われたからやるしかない。別に学問が面白いからというより、自分は奴隷かのように言われた通りにやってるだけなんだよなっていう思いでやることになるわけじゃないですか。じゃあ一つだけ反論があって、その厳しい先生っていうのはこれをやれっていうふうに突き放すわけではなくて、これをやらなきゃなと思わせる能力が高い人だと思うんですよ。何かしらの、例えばもうそれは多少怖いでも何でもいいです。でも学生の頃の多少怖いっていう気持ちはすごく大事だと思ってて、今言ったように課題を渡されて仕方ないからやるという意味じゃなくて、家庭の例でも同じように別に寄り添う必要というよりかは、具体的に何々していこうねっていうのを納得させて進んでいく能力だと思うんですよ。でそれは優しい先生でもそうで、むしろ優しい先生はいやこれって別に面白いものだし将来こんなメリットあるから、マジでやろうよっていう側で説得させられるわけですよね。それがやっぱり理想だと思うんですよ。やっぱ我々としてはそれを目指していくべきだとは思うんですけど、今回のテーマの生徒にとって必要なのはっていう時にやっぱりより多くの生徒にとって必要な先生を選ぶべきだと思うんですね。理想は確かにそこにあるけども、理想っていうのはこれからも教育って何年も行われてきてもその理想って実現されなかったんで、我々みたいな例えばネットを通して多くの人に発信できて多くの選択肢があるという状況の中で我々理想を目指すのはいいと思うんですけど、例えばもう学校の先生とか予備校の先生とかで決まった先生の時に、じゃあ果たしてどんな先生に当たった方が良いのか統計的にって考えたら、僕はさっきから言うように厳しい先生の方がプラスに働くと思うんですよ。ちょっと話変わって終了。うわー、今いい戦いだけどね。激論でしたね。激論ですよね、ボケがねもう渋滞してたよね。ボケだらけ。突っ込むの大変だった。楽しい。いや楽しい。いや非常に実のある議論。そう楽しい。なんかそれではしんさんよろしくお願いします。せーの。うわー負けたー。マジで？いやっしゃそっかー。いやーよし。生徒の中で上の方と下の方っていうので分かれるように、で上の方に関しては自分に理解していることをわざわざやらなくていいとかっていう理由で、お二方両方優しい先生でもいいんじゃないかっていうふうに合意されるんですけど、全国生徒の中でも過半数以上偏差値60あたりまでは自主的な勉強をする段階にないっていう主張、強制力が必要っていう主張がみのりさんのベースやったと思うんですけど、それを崩すものが一緒なかったかなっていう。2人ともすごい、自分に響くようなことをおっしゃっていたと思ったんですけど、心動かした。で上位層に関する議論に関しては、河野さんの方が良かったかなって自分は感じまして、でそれ以外の層に関する議論っていうのが、自分の中では結構希望していたかなというふうに感じたので、トータルで見て、河野さんの方が今回は勝っていたかなというふうに。河野塾イズム現代文古文講師の
学会の質問みたいな社長で、はい、はいあでも今後は僕が河野さんの、確かにその理想であるとかっていうのは非常によくわかる、はわかるし、そうあるべきだとは思うんですけど、現実をやっぱり見なきゃいけないかなところはあって、じゃあそのどっちがそのパイの大きな話をしてるかって言ったら、やっぱり匠さんの方がやっぱりパイの大きな話をしてるし、現実に沿った話ができてるのかなっていうのがやっぱり大きな印象。いや、やらない人はやらないからな。あれそんな言ってなかったじゃない。いやいや、いや、そこをねどうにかするのはめちゃくちゃ難しい難っていうしいですねのをずっと考えてきた分が出てきたっていうことですね。確かに。その中でもそこに関する答えが多分あると思うので、ここが聞けてれば多分こうなったなるほど。厳しさも優しさもどっちも必要っすね。いい塩梅で。でもこれじゃあスターディの中でちゃんと厳しさと優しさ今半々になってるってことだもん。確かにいい時期になりありがとうございます。でも、優しい先生でやってきて、100万人お互い超えて受け入れられてるじゃないですか。不本意です。あ、そうなんですかいや。本当は厳しい。受験生に動画出してたら僕は多分もっと厳しかったと思います。ただやっぱ対象がねちょっとね大学生もねたくさん見てるということで、大学生にはもう厳しさいらんでしょっていうのはなるほどあるんでね。本当は内面はトゲトゲしい。東京でもう画面何度も待ってると思う。まあでもすごいなんかためになる動画だったかもしれないですね。いやすごくなんか教育的というか、つい真面目になっちゃうぐらい。熱く語っやっぱお互い教育者だからやっぱ熱く語れたね。で第2戦をこの後行うんですけど、そちらは呼びのりさんのチャンネルの方でめちゃくちゃいいテーマ準備してるから。めちゃ YouTube って8時間後の動画上げられるっけ？そんなに白熱する。止まらないかも。なのでぜひはい概要欄の方に上がってると思うんで同じタイミングで。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。おい受験生、こんな動画見てないで早く勉強しろ。お呼びのりチャンネルに飛んでコラボ動画見てるわけじゃないぞ。もうカメラ止めるぞこら。